ある日突然動物と一緒に飼育されることになったら、あなたは正気を保てますか？遡ることおよそ91年前の1932年、アメリカインディアナ州。おいドナルド、いい加減に言うことを聞いてくれ。困り果てた表情で呼びかけたその男性はインディアナ州立大学の比較心理学者ウィンスロップ・ケロッグ。彼の前にはじきに2歳を迎える息子ドナルドの姿がありました。いたずらを咎めてもなかなか聞く耳を持たない息子。そう聞くと2人のやりとりはごく普通の親子と何ら変わらないありふれたものに思えます。しかしまるで野生動物のようにうなり声を上げながら家の中を飛び回る息子ドナルド。家中の柱は彼にかじられボロボロの状態。その振る舞いは明らかに一般的な2歳児とは似ても似つかないものでした。そして実のところドナルドがそのような状態になってしまったのは父親であるウィンスロップのせい。なぜならウィンスロップは息子ドナルドをチンパンジーと同じ環境で飼っていたから。実の息子をチンパンジーと同じ環境で飼っていた父親。その実験が導き出した恐ろしい結果とは、動物たちが教えてくれたもの。それは我々人間が抱くうぬぼれだったんです。おっそスパイダーマンアクロスザバースマジで良かったわ。ケンちゃんです。スパイダーヤミカです。この間のね、日曜日に見に行ったんですよ。スパイダーマンアクロスザバース。いろんな世界線のスパイダーマンが出てくるんでしょ、そうなんですよ。ヤミコみたいなスパイダーマン出てきたじゃないですか。いやでもマジで探しているかもしれない。実はこのアルゴメトリーの色味とかサイバーパンクとか好きで影響されてるんですけど、アルゴ好きな人多分ハマると思うんで、いつか見てみよう。今見ろや。というわけでね、スパイダーマンといえば雲の話をしたんですけど、今回はね、雲ではないんですけど、動物にね、まつわるようなお話を2つご紹介させていただきます。この2つね、動物実験とはいえども、人間のね、本質っていうのを逆算できるような実験とも言えるんです。どういうこと？人間の本質が他の動物で明らかになる？まず最初にご紹介するのは、1960年代に実施されたネズミにまつわる実験なんです。ネズミの楽園。一つ目の実験は遡ること55年前の1968年、アメリカメリーランド州が舞台。よし、これで完璧だ。郊外の都市プールズビルに佇む研究室の一室で満足げにつぶやいたのは、丁寧に揃えられたヒゲが印象的な男性ジョン・ビー・カルフーン。当時51歳の動物行動学者でした。カルフーンは室内に設けられた縦 1.5 メートル横 2.7 メートルの巨大な塀にもたれかかり、その中を覗き込んでいます。塀で囲まれたその空間の中を走り回るのは8匹のネズミたち。正方形に囲まれたその空間には餌場に水飲み場、寝床、子育てのための繁殖スペースとネズミが快適に過ごすための万全な環境が整えられていました。毎日切れ目なく与えられる食事に完璧に管理された室温、掃除も人の手によって徹底されており、病気の心配もありません。理論上3840匹のネズミがストレスなく生活できるとされるその空間はネズミの楽園と名付けられました。カルフーンはこの設備を用い、脅威のない快適な空間で飼育されたネズミがどのような社会を形成していくのかを実験しようとしていたんです。プロジェクト名はユニバース25。ビルのような立体構造の空間で生活するネズミたちはさながらマンションで集団になって暮らす人間のよう。そう、この実験は快適な住環境を手に入れた人間がこの先どのような未来に進んでいくのかという都市計画のシミュレーションでもあったんです。結果がすっごく気になる実験ね。エミコさん、どういう結果になると思います？めちゃくちゃ快適な環境だからすっごい増えて奪い合いとかになっちゃうんじゃないの？ネズミにとって最高っていう環境から始めたらね、そうなると僕も思ってたんです。実験が開始された当初、ネズミの楽園に放たれたネズミは全部で8匹。多くの研究者が予想した通り、彼らは300日後に600匹、500日後には2200匹とみるみるその数を増やしていきました。そして戦術の通り、ネズミの楽園は最大3840匹のネズミが暮らせるように設計されています。そう、数千匹に増えようとも彼らは何らストレスなく繁殖行動を行っていけるはずだったんです。しかし実験開始から約5年後、研究所内にあったのはネズミの楽園を前に呆然と立ち尽くすカルフーンの姿。どうしてこんなことに？そう、ネズミの楽園に暮らすネズミたちは一匹残らず絶滅していたんです。なんでそんなことになるの？別に餌もちゃんと与えられてて清潔な環境も用意されてての結果でしょ？餌やね、病気とはまた別の問題がね、起こってくるんです。それはですね、今我々人間がね、直面している人間社会の縮図とも言えるような恐ろしいことでもあるんです。人類への継承。
実験開始当初、ネズミの楽園に放たれたネズミたちはそれぞれに縄張りを形成し、自分のお気に入りの餌場や巣箱を選んで自由に生活していました。しかし約500日後、ネズミの数が2200匹を超えたあたりで、彼らの行動にはある異変が現れ始めたんです。おいおい、そんなに取り合わなくても他にも餌場はあるだろう。困惑しながらネズミたちに話しかけるカルフーン。彼の目の前では100匹余りのネズミが一つの餌場に集まり、奪い合うようにしながらなんとか食事にありつこうとしていました。さらに無数にある巣箱の中でも限られた一つを選び、15匹用に作られたその箱の中に100匹がぎゅうぎゅう詰めになって暮らしている状態。なぜネズミたちは餌場や巣箱がまだ余っているその状況で自ら窮屈な暮らしをし始めたのでしょうか。それはなんと彼らが格差社会の波に飲まれた負け組だから。ネズミたちはその数が増えるにつれ、楽園内での覇権を争い喧嘩を繰り返すようになりました。そして喧嘩に負けたネズミは楽園で自由に過ごすことを許されなくなり、限られた餌場や巣箱に追いやられるようになっていったんです。その傍らで喧嘩に勝った勝ち組のネズミたちが独占した餌場や巣箱で悠々自適な暮らしを送っていました。これって人間でいう富裕層と貧困層みたいな話よね。これが人間世界の縮図だってこと？そうなんです、人間社会とよく似ているのが、貧困層と富裕層の格差があるだけではないんです。集団で窮屈な生活を始めた負け組のネズミと、広いスペースで悠々自適に暮らす勝ち組のネズミ。そうやってネズミたちの行動が二手に分かれていったと思いきや、そのどちらとも様子が違っているネズミもいたんです。さらにどうしようもない子たちが出てきてしまったぞ。眉間にシワを寄せ問題のネズミたちを見つめるカルフーン。彼らは他のネズミたちが懸命に餌を取り合う中でも、その争いに一切加わろうとしません。かといって彼らは広々とした餌場や巣箱を勝ち取った勝ち組のネズミというわけでもないんです。その正体は一切のやる気を失ったニートネズミ。争いに参加したくない彼らは、他のネズミが眠ったその後におこぼれの餌にありつき、メスとの交尾は完全に諦めていました。決まった巣箱も持たず、外で無気力に眠るその様子はさながら不老者のよう。格差社会の形成で暴力的になったネズミたちの攻撃にさらされるうち、このような極めて消極的な行動をとるネズミが現れるようになったんです。ニートなんて生まれるの本当人間社会と一緒じゃないの？まだまだこんなもんじゃないんです。このネズミの楽園には次から次へとあらゆる問題がね起こってくるんです。勝ち組負け組を争って喧嘩を繰り広げているのはオスのネズミたち。一方でそのパートナーとなるメスのネズミたちは、オスが勝ち取ったその地位によって子育ての環境を大きく左右されることになりました。勝ち組のオスとパートナーになったメスは、出産が近づくと紙くずを集めて丁寧に巣作りをし、子供が大きくなるまでつきっきりで世話をします。一方問題となるのは、ぎゅうぎゅう詰めの巣箱に密着して暮らす負け組のメス。その巣箱の中でまともな巣作りなどできるはずもなく、子供の生育環境は床にそのまま産み落とすような劣悪なもの。さらに本来縄張りを守ってくれているオスが喧嘩に明け暮れて留守がちになるため、メスが自分で縄張りを守らなければならない共働き状態に。この状況から発生した問題がメスネズミたちの育児放棄でした。縄張りを守ることに必死になるあまり、子供を放置するメスネズミ。また狭い巣箱の中では子供が邪魔になってしまうため、彼女たちは巣立ちの時期よりもずっと早く子供を巣から追い出してしまうんです。こうした育児環境の劣悪さもあり、負け組のメスの子供の死亡率は 90% と、格差問題はさらに深刻を極めていきました。また十分に成熟しないまま巣を追い出された子ネズミは、勝ち組負け組の闘争に加わる力もなく、ニートにならざるを得ない状況に。さらに求愛のルールもわからないため、メスを必要に追い回すストーカーになったり、まだ子供のメスと交尾しようとしたり。こうしてネズミの出生率が下がっただけではなく、ネズミの楽園の治安はみるみる悪化し、ネズミたちの数は減少の一途をたどったんです。何不自由ない環境を与えられたとしても、数が増えるごとにその環境を取り合うようになり、混乱を極めた結果、絶滅を迎えたネズミたち。今全世界で80億人を突破した人類にとって、この実験結果は決して他人事ではないのかもしれません。このまんま人間も行っちゃったらやばいんじゃないのって思う実験だったわね。社会が便利になっていくっていうこと自体はいいことなんですけれども、それにあぐらをかいていると悲惨な末路をたどってしまうというのが分かるような話ですいつの間にかなってそうね。2つ目の事件は1930年代に行われたものなんです。この研究者はなんと自分の息子を実験対象にしてしまうんです。その結果、息子さんの身に恐ろしいことが起こるんです。異変の原因。2つ目の実験は遡ること91年前の1932年、アメリカインディアナ州が舞台。うわー
目の前でうなり声を上げる息子の様子に困惑の表情を浮かべているその男性はウィンスロップ・ケロッグ、インディアナ州立大学に勤める比較心理学者でした。そして彼が見つめているその息子はもうじき2歳を迎えるドナルド。父ウィンスロップに叱られ、ドナルドはもう長い時間泣きわめいていました。そんな彼に歩み寄ったのが妹のグアです。グアは兄ドナルドをそっと抱きしめると、まるで慰めるようにその頭をポンポンと撫でてみせます。参ったな、これじゃあグアの方がまだ賢いくらいじゃないか。妹がお兄ちゃん慰めるって変わってはいるけど、まだ2歳なわけでしょ。泣いちゃったりとかダダこねたりとかするんじゃない？そうなんですけど、わがままとかそういうレベルではないぐらいやばいんですこれ。父ウィンスロップが困り果てるのも道理で、穏やかな妹グアに対しドナルドは家中を跳ね回り荒らし回る暴れん坊。さらに異様なことに自宅の柱はそのほとんどがドナルドにかじられボロボロの状態になっていました。こんなはずではなかった。まるで野生動物のようになってしまった息子を前に肩を落とすウィンスロップ。息子がそうなってしまったことの発端は約1年前、息子ドナルドが生後10ヶ月の頃に遡ります。1931年6月のある日、父ウィンスロップは帰宅すると同時にまだ生まれたばかりの息子ドナルドにこう話しかけました。ただいまドナルド、君に朗報だよ。新しく妹ができたんだ。そう言ってウィンスロップが取り出したのは鉄製の小さな檻。その中には妹のグアが入れられていました。そう、実はグアの正体は生後7ヶ月のチンパンジー。この日、ウィンスロップはフロリダ州オレンジパークのヤーキス霊長類研究センターで保護されていたグアを引き取ることに。そしてウィンスロップがグアを引き取ったのは彼がかねてから企てていたある実験を行うためでした。もしかして息子のドナルドが野生動物みたいな感じになっちゃってるのも実験が関係してるわけ？そうなんです。息子ドナルドにグアを妹として紹介し実験を行ってきたウィンスロップ。しかし彼の行ったその行為は非人道的と言われても仕方がない実験内容だったんです。猿と子供。ウィンスロップがチンパンジーのグアを自宅に引き取ったのは当時話題になっていたあるニュース記事がきっかけでした。それは1920年にインドの西ベンガル州で発見された2人の少女アマラとカマラに関するもの。地元孤児院で院長を務める男性によって狼の巣穴から発見された2人は狼に育てられた野生児。保護された彼女たちは孤児院の暮らしの中でも四足歩行や遠吠えをし、まるで狼のように振る舞っていたといいます。そしてこのニュース記事を見たウィンスロップは次のように考えたんです。狼に育てられた人間が狼のようになるのならその逆もあるのでは。ウィンスロップが思い立ったその実験は人間の子供とチンパンジーの子供を全く同じ環境で兄弟のように育てるというもの。幼い頃から人間と共に育ったチンパンジーはより高い知能を手に入れられるのではないかとウィンスロップは考えたんです。さらに都合がいいことにウィンスロップにはその年に生まれた息子ドナルドがいました。彼はチンパンジーの兄弟役として適任だったんです。確かに興味がすっごく湧く実験なんだけど、息子を使うっていうのは非人道的な感じはするわね。90年前だから倫理観とかの差はあるにせよ、無理やり参加させてるかどうかっていうのも理不尽に感じるようなとこなんじゃねえかなと思いましたよね。こうしてウィンスロップの自宅へ迎え入れられたチンパンジーのグアは息子ドナルドと全く同じ環境で育てられることになりました。檻に入れられることもなければ鎖で繋がれることもなく、ドナルドと同じように洋服や靴を身につけ、食事のメニューも全て同じ。一緒にお風呂に入り、一緒に歯磨きをして、一緒にベッドで眠る。そうやってチンパンジーのグアと息子ドナルドはまるで本物の兄弟のように過ごしていったんです。そしてそれは実験開始から半年が過ぎようという頃のこと。素晴らしい。やっぱりチンパンジーは人間に近い知能を手に入れることができるんだ。喜びの表情で食事中のグアを見守っていたウィンスロップ。1歳を迎えたグアはなんと人間のドナルドよりもずっと器用にスプーンやフォーク、コップなどの食器類を扱えるようになっていたんです。何か簡単な指示を出した際も2人の中で一番に反応するのはいつもチンパンジーのグアの方でした。目まぐるしい成長を見せるグアを前にウィンスロップの期待はみるみる膨らんでいきます。これでもし言葉も話せるようになったら。チンパンジーってすっごく頭のいい生き物っていうイメージではあるんだけど、とはいえ言葉話せるようになるのは聞いたこともないし無理じゃない？それもね気になるようなところではあるんですけれども、ここでね一つ問題が起こるんですけど、それがね息子ドナルドのことなんです。こらドナルド、行儀が悪いぞ。フォークを使って上手に食事を口に運ぶグアの隣で手づかみで食事を始めた息子ドナルド。さらに通常であれば50単語以上話せる年頃になってもドナルドが話せる単語は3つほどしかありませんでした。そしてドナルドが呼びかけると隣に座るグアはしっかりとその呼びかけに答えます。そう、2人は人間のものとは全く違う言語で確かにコミュニケーションをとっていました。そう、この実験で一番の問題となったのはドナルドがチンパンジー化してしまったこと。
グアが人間の道具の使い方を覚える一方で、人間のドナルドはチンパンジーの言葉や動作を身につけていたんです。チンパンジーと意思疎通取れるって、それはそれですごいと思うけどね。じゃあもしかして柱かじっちゃってたり野生化しちゃったのもチンパンジーと一緒に育っちゃったことが原因だってこと？そうなんです。そしてドナルドがチンパンジー化してしまったこの理屈ね、社会的アイデンティティ理論で説明できるんです。というわけで本日のメトラキーワード、社会的アイデンティティ理論について。社会的アイデンティティ理論とは、属しているグループの特徴を自分の特徴と捉える状況を表したもの。人間にはこの心理傾向があり、同じグループの人と過ごすうちに行動が似てくるといったことがしばしば起こるんです。同じグループの人を高く評価し、他のグループの人を敵視したくなるのも、グループの特徴がそのまま自分の特徴だと無意識に思っているため、そうした自尊心を守るために働く心理効果なんです。チンパンジーのグアと同じ環境で育てられたドナルドは、グアと自分が同じグループに属する生き物だと認識するようになっていました。その心理効果によってドナルドはチンパンジーのような行動をとるようになっていったんです。みるみるチンパンジー化していった息子ドナルドは、家の中を動物のように這いずり回り、時には人に噛みつくようなことも。そんな息子の姿に耐えられなくなった母ルエラは、夫のウィンスロップに泣きながらこう懇願しました。お願い、もうこれ以上ドナルドを苦しめないで。もはや人間とは思えない行動をとるようになってしまったドナルドを前に、母ルエラが実験中止を訴えるのは当然のこと。ただ実は彼女が必死に夫を止めようとした理由は、ドナルドのチンパンジー化だけではなかったんです。よし、そのままじっとしてるんだぞ。自宅の室で息子ドナルドを椅子の上に座らせたウィンスロップ。彼はドナルドをそのまま縄で縛り、椅子の上に固定し始める。いきなり自分を縛り始めた父親のただならぬ雰囲気に、ドナルドは不安げなうなり声を上げる。そして次の瞬間、ウィンスロップはドナルドが座っているその椅子へ手をかけ、よし、ぐるぐると回し始めた。そう、その椅子には回転する仕組みが設けられていた。急に回り始めた景色に思わず泣き出してしまうドナルド。同時にウィンスロップは椅子の回転を止め、一言こうつぶやいた。やはりドナルドはチンパンジーほど長くは耐えられないか。ウィンスロップはこのほか、銃声のような大きな音にどちらが早く反応するかを確かめる、スプーンでそれぞれの頭を叩き頭蓋骨の音の違いを確かめるなど、意図がよくわからない実験を繰り返し行っていました。実験は1日12時間に及ぶこともあったとされ、一部から非人道的だと非難の声も上がっていたんです。ここまで来ると何のための実験かわかんないし、間違いなくドナルドに悪影響じゃない。非人道的と言われても仕方ない内容ですよね。こうしたね、実験の数々に妻のルエラさんは息子のチンパンジー化とかね、いろんなことに耐えられなくなって、ついに夫のウィンスロップに実験の中止を訴えかけるんです。グアとドナルドの実験は当初5年間行われる予定でしたが、妻ルエラの反対もあり、結局は9ヶ月で中止に。またグアの力が大人の手に負えないほど強くなっていたこともあり、彼女は元いたヤーキス霊長類研究センターへ戻されることに。ちなみにウィンスロップはグアが人間の言葉を話せるようになることを期待していましたが、結局彼女が言葉を話すことは一度もありませんでした。ドナルドよりもずっとうまく人間の道具を使ってみせたグアでしたが、どれほどの労力をかけようとも言葉の習得だけは叶わなかったんです。翌年ウィンスロップは実験の様子をまとめた著書「猿と子供」を出版。この本はニューヨークタイムズやサイエンスニュースレターでも話題を呼び、ウィンスロップは心理学者として一躍名を馳せることに。一部からは非人道的と批判された彼の実験なんですが、幸い息子ドナルドはその後の発育に問題も見られず、最終的にハーバード大学医学大学院を卒業しているんです。すげえな。人間社会の縮図とその未来を表すネズミを使った実験、そして人間がいともたやすくチンパンジー化してしまったウィンスロップの実験。言葉や知能、テクノロジーなど多数のものを手に入れ、人間をいかにも優れた存在だと考える人は少なくないでしょう。しかし実際のところ、その本質はその他の動物たちと何ら変わらないのかもしれません。